さあ変わりまして、この時期になりますとこの新生活に合わせて、はい、文房具の新商品が多く登場する時期なんですね。でそういった中で札幌で1カ所にですね、はい、文房具メーカーが集まって見本市が開催されるということで、どんなものが並ぶのかちょっと皆さん覗き見してみましょう。油野さん。はい、いや連日寒い日が続いていますがもうこの漢字を目にする機会も多いですよね、はい、ですがこの寒いという漢字のうかんむり部分、さあこちらクリップになっているんです。どのように使うかと言いますと、こういった分厚い本、例えば開いたまま見ておきたいなっていう時にこのようにパカッと挟んで、しかもこのまま開いた状態で見ることができるアイテムになっているんです。うかんむりだからそうなるんだ。お料理形がねいいですね。そうなんです。うかんむりですので、このように真ん中の写真であったり、あと文字なんかもすごく見やすくなっているので、例えばお料理中、この料理本なんかも開きながら見ることができたりもするんです。思いっきり隠しそうですね。そうですね。で、カラーも6色ありまして、これまでに120万個も売れている人気商品ということなんです。このように今日はですね、学生さんだけではなく大人の私たちでもこんなのあったら便利だなといった商品が揃っている場所に来ています。こちらです。地下鉄大通駅から歩いてすぐのところにあります大丸藤井セントラルです。日常で使う文房具からこだわりの文房具までおよそ20万点の商品を取り揃えていて、見ているだけでもワクワクするようなそんな空間が広がっています。その大丸藤井セントラルの7階にありますスカイホールで明日、明後日の2日間開催されるのがこちら、文房具メーカーの見本市です。おすすめの文房具やこの最新の文房具を実際にメーカーの皆さんと話しながら試したり買うことができるところになっています。皆さん見せてくださってありがとうございます。ありがとうございます。先ほどうかんむりクリップをご紹介しましたサンスターさんからもう一つご紹介しますね。それがこちらです。福永さん、金子さん、この小さな商品、ある便利グッズなんですが何だと思いますか？読もうとしてます。なんだろう。何この文字。鉛筆削りとかじゃないですもんね。読んでますね。考えずに読んでますね。楽したいタイプだからもう。すぐ読もうとする。鉛筆削り？まさに開けるときに役立つアイテムなんです。何を開ける？このマーク、絵柄が大ヒントですね。この下からこうググッとやると刃が出てくるんです。見えますか？こちらの部分です。でこのギザギザの部分をこのように段ボールに差し込むとスーッと気持ちいい、簡単にこのように開けることができるんです。ネットで買い物する人多いからこういう需要がいっぱいあるんじゃないですか？大活躍でしょうね。いや、そうなんですよ。しかも段ボールだけじゃないんです。この刃をしまいまして、このメールの絵柄が書いてあるこちらを下にすると、なんとこの封筒もですね、いきますよ。封を開けること。シュッと、そうこのように綺麗に簡単に開けることができるんです。しかも大きさもかなり小さいですから持ち運びも便利な二刀流のアイテムになっています。もうまさに今通販で買い物することも増えているかと思うので、すごく便利なアイテムですよね。続きましてはペンがずらーっと並んでいるパイロットさんです。成田さん、よろしくお願いします。お願いします。この中でも新商品だというのがこちらのペンなんですが、ストレスを解消してくれる特徴が3つもあるんです。早速いきますよ。まずこういった教科書などにラインを引きたいとき、ちょっと曲線まっすぐ引けなくて嫌だなって思う方もいるかと思うんですが、なんとこちらは綺麗にまっすぐ描ける。私がペンを引くのが得意というわけではないんです。綺麗に描けてしまう。さらに指で触っても全くつかない、すぐに乾いている特徴2つ目ですね。そして3つ目が
その秘密も教えますね。ちょっと待ってくださいね。焦っちゃうからおじさんすぐ知りたくなっちゃせっかちだからね。文字を書いた上から引いてもにじまないので、ペン先も汚れないし文字が読みやすい。さあこちら一体なぜなのか、成田さん教えてください。まず一つ目なんですけども、紙への浸透がですね非常に速いインクを使ってますので、速乾性を実現してます。で2番目にペン先ちょっとね分かりづらいんですけども、アクリルの2本の樹脂がちょっと出てるんですけども、こちらがあるおかげでですね、それとしなるペン先のおかげで、しなりながらも必要以上の力が入らないので曲面にも書けます。あとちょっとペン先に仕組みがあってですね、さっきのにじまないのはですね、例えばシャーペンで書いたものとかが溶けづらいようにちょっとペン先にちょっと工夫がしてあるというところでございます。そうなんですね。この横のプラスチック部分があるからこそ安定してまっすぐ書けるという商品。その通りでございます。しかもはい、文房具屋さん大賞も今年大賞受賞されたというあら本当ストレスフリーなペンになっています。ありがとうございます。ありがとうございますお邪魔しありがとうございまた。した。続いてもペンをご紹介します。こちらです。ペンテルさんです。ありがとうございます。この可愛らしいパッケージでちょっとお菓子なんかが中に入っていそうだなといった入れ物になっているんですけれど、こちらのペンなんと写真の上から綺麗に文字やイラストを描くことができるんです。例えば普通のペンですとこのように文字を書いたりするとちょっとこのシマエナガってチュンって鳴くんですか。実際なんかもう少しちょっとジジジでしたね。ジジか。ジジジあ、ジジイ。これが正しいな。ああジジイジジイジジイGDG です。ジジジって鳴くらしいですね。シマエナガ大好きだから。指でやるとこのあ、にじんこじゃじゃうれちゃったり、個人的にすごい好きでなってしまうんですが、こちらのペンを使えばそうこのように可愛くデコレーションすることができるんです。私のシマエナガグッズたちに囲まれてデスクに囲っていたお気に入りの写真を持ってきました申し訳ない入社当時の福永さんですね。30年後の自分元気してるかいと聞かれていますが、いや全然変わらないですね。もうずっとお若いままですね。こういった宝物の写真をより素敵にデコレーションすることもできる商品となっています。ありがとうございました。ありがとうございます。でこのほかメーカーさん今回23の企業が出展していまして、その中でも老舗創業135年の黎明藤井さんの商品ご紹介します。それがこちらラインマーカーなんです。ですが普通のペンとは違って先がこのように分かりますか、修正テープのようになっているんです。はい。で実際に使うとこのように文字の上からテープを貼り付けることによってラインを引くことができるので、もちろんにじまないですし裏にも全く響かないという便利な部分があるんですが、ただここからが特に注目ポイントなんです。いきますよ。よいしょ。まさか。よいしょよいしょ。消しゴムで。このように消しゴムでわかります？先ほど引いた線を完全に消すことができるんです。テープが剥がれるってことなんでしょ、これね。そういうことなんですね。そうなんです。ですので好きな場所にこのラインマーカーを変えたりすることができる商品、それぞれ1つに2色ずつ入っていて、赤と緑なんかのものですと暗記用なんかにもおすすめになっています。そして冬になってお家のおこもり時間が増えて本を読む機会が増えたという方も多いかもしれません、そんな時におすすめの商品をリヒトラブさんからご紹介します。それがこちらです。ブックスタンド。こちら本を立てかける時の悩みを解決してくれるんです。いきますよ。立てかけるとそう一冊で立ってくれる。こちらなんでかと言いますと、本をスッと立てかけるとこのストッパー部分が本の厚み分だけ上がるので、両端の上がっていないストッパーがこのように守ってくれるんですよね。ですので倒れないようになっているんです。いやありがたいですね。このほか1冊の他にも何冊も空間を空けて挿すこともできますし、 CD などのこの細いものも自由自在にさせます。またこれ商品同士を組み合わせて長めに使うこともできるので、お家の本棚に合わせて幅を調節することもできるようになっています。でこのほか筆箱なんかもいろいろ並んでいます。
さあそして最後キングジムさんです。ファイルなどがこちらの企業さんずらーっと並んでいるんですが、この時間ご紹介するのはリングノートです。色合いがビビッドで可愛らしいですよね。ただ注目していただきたいのはこちらのノートのいつも私たちが見ているノートとは違う部分があるということなんですが、福永さん、金子さん、はい、何が違うか分かりますか？いや私には全くわからないから金子さんなんだろう、紙の部分はなんか同じように見えますけれども、重心、はい、重ある部心かな。分が違うんです。穴の大きさが違うとかそんな関係ないか。リングの数？でも穴に注目しているのはリングの数。金子さん、そうです。リングの数もうリングがはい上と下しかなくて、真ん中がないということは、こう文字を書くときに手がこうリングに当たってなかなか真ん中部分をありますね書きづらいっていうもありますよね。もう手が触れない手フレーヌだからこそ書きやすいノートになっているんです。このほか従来のこのリングノートと同じように名前も面白い360度でこのように開くこともできるので、こう立ちながらこうやって書いたりするのにも便利な商品に全部なってにリングがついるんです。いてなくてもよかったのか。止まるってことですもんね。そうなんですよ。はい。もうパカッと開けて中の入れ替えなんかもできるようになっています。さあこういった便利な文房具まだまだ揃っているんです。続いて5時台の中継ではこちらのファイル一つでこの散らかった机の上すべてをきれいに整理整頓することができるアイテムご紹介します。また呼んでください。金子さん、どう文房具とやっぱ見てるだけで楽しくないですか？いや、そうですね、ワクワクするようなものばかりでしたね。なんかかゆいところに手が届くようなアイデア商品ばかりでしたよね。だから今もう年齢層によってはね、実生活で使うかどうか分かりませんけど、見てるだけでもなんか楽しいと思いますので、後ほどまたご紹介いたしましょう。はい、わあ満開の桜が綺麗。一足先にお花見気分を味わえるこちら、実はシールなんです。このように細かくイラストが描かれていて、大人の図鑑シールという人気シリーズでして、そのお隣にはカニやウニ、イクラが乗った海鮮丼や美味しそうなお肉が焼かれているジンギスカンなど、北海道の名物がいろいろ描かれているシールなんかもありまして、その他ずらーっと130種類くらいあるんです。もちろんそうなんです。誰かにプレゼントする、お手紙に貼るのはもちろん、見ているだけでもコレクションするのにもぴったりなシールになっています。このように子どもから大人まで楽しめるアイテムが揃うこちらの場所に来ています。地下鉄大通駅から歩いてすぐのところにあります大丸藤井セントラルです。日常で使う文房具からこだわりの文房具までおよそ20万点の商品を取り揃えていて、見ているだけでもワクワクするようなそんな空間が広がっています。こちらの大丸藤井セントラルの7階で明日、明後日の2日間開催されるのが文房具メーカーの見本市。実際にメーカーの皆さんとお話しして試したり、また買うこともできる場所になっています。さあ続いてご紹介するのは桜クレパスです。クレパスでもおなじみですね。で文房具というと学生さんが使うイメージもあるかと思うんですが、こちらでは家事が楽になるシリーズということで、素手を添えてくださってありがとうございます。ということで日常生活でも役立つアイテムも揃っているんです。例えば皆さんお子さんを寝かしつけた後、暗い部屋の中でじゃあそろそろテレビ見ようかなって思った時、なかなかリモコンが見つからないなんてことありませんか？そんな時に役立つのがこちらなんです。暗いところで光るアイコンシール。このシールを例えばリモコンなど探したいもの、見つけたいものに貼ると、お願いします。浮かび上がってきた。暗い中で、ほんのり光ってるの分かりますでしょうか？このように光るので電気をつけてお子さんを起こしてしまうことなく物を見つけることもできますし、また例えば机の角などに貼っておくと、例えば突然の停電で暗くなってしまった時、災害対策としても便利なシールになっているんです。そういう使い方もできますね。でこのほかこちらのファイルも大変
役立つアイテムになっています。一見、薄めの普通のファイルに見えるんですが、なんとこちら開けるとすごいんです。いきますよ。レレレレーン。なんか飛び出す絵本みたいな。にポケットが13個もついていて、いろいろ種類分けして収納することができるんです。ですのでこういった楽しそうなこんなイベントやるんだっていうこういったチラシなんかも中にきれいに整理整頓してしまうことができる。そしてしまった後このように閉じるともう簡単に持ち運ぶことができる。そしてしかもスペースも取らないようになっているんです。でこちらの大きさの他にももうちょっと小さいサイズのものもありまして、例えばこちらですと中にそうなんですふりかけを入れたりすることもできて、食品しかものね、そういう開いて使い方も自立してくれるので取りやすい。そうなんです。その他紅茶のティーパックなんかも入れてキッチンとかでも使えるいろんな場所で役立つファイルになっているんです。この他にも名もなき家事を助けるアイテムまだまだあるんです。続いてはこちらです。プラスさんです。皆さんのお家にも届きますよね。こちらの郵便物、このように宛名が書いてあると捨てる際に紙で切ったりハサミで切ったりしなきゃいけない、または塗りつぶさなきゃいけないって思ったりするじゃないですか。私はどこに住んでるんだ。福永さんのこれ住所だったんですね。さすがお金持ち福永さん。でも危ないですよ、こんな見られちゃったら。見せてんじゃないかそっちが。大丈夫です。今から一瞬で隠してみせますね。はい、それがこちらの商品です。ローラー消しポンというものでして、まずこちら蓋がついているので、この蓋の部分をくるっと回して取るとそこにこのローラーがついているんですね。でこのローラー部分を宛名につけてぐーっと引くと、もうこれだけで住所がきれいに消える。福永さんの住所守りましたよ。そうか、せっかくのね六本木のタワーマンションに住んでるのにね。120階でしたよ。危ないですからね、みんなにバレちゃう。このような商品の他にも面白いものもあるんです。それがこちら、すごくリアルな昆虫や猫や犬などの動物、これらすべて折り紙でできているんです。そんな紙を使った商品、この後ご紹介します。お知らせの後すぐです。びっくりした。で合ってんのかな。この端正な天狗ですね。天狗の鳴き方は自信なかったんですけれど、紙でできているんです。ペーパークラフトなんです。すごい花の部分まで細かく作られてますよね。本当ですね。でこちら札幌大同印刷さんの商品でして、この天狗の他にもこの戦隊もののヒーローや立派な鷹で、この他狐などさまざまな被り物を紙で作ることができるんです。で隣にありますこういった冊子からこちらの被り物が作られるんですが、福永さん、これを作成するのにどのくらいの時間がかかると思いますか？これは相当。そうですよ。いやもうすぐにはできないだろうな。ね、すぐにはできない。時間を聞いてるんですよ。これだから丸1日とか2日とか。時間にしますとね、丸1日ですか？時間とすると40時間。ってことは3日ですので、1日そうですね。2時間1日2時間作るとしてももう1時間1ヶ月以上かかりますし、長い方だと半年くらい。半年かかっても作れないと社員さんも言ってらっしゃるくらいなんですよ。それくらい忍耐力も必要になるこちらの商品、ぜひ気になる方試してみてください。こちらの大同印刷さんは今
こちらにブースを設けてくださっているんですが、実際には隣の別会場すぐ隣にブースを置いてくださっています。ありがとうございます。ありがとうございこます。の他にも紙を使って面白いものが作れるものもたくさん販売しています東洋さん、ご紹介します。東洋さんといったら教育折り紙、こちら幼い頃からいっぱい作ったよ遊んだよという方も多いかと思います。ですのでいろんな折り紙が揃っているんです。キャラクターものであったり、その他お隣にはですね、本物かと思うくらいリアルな昆虫ですね。これ折り紙なんですか？カブトムシや蝶々、カマキリ、そう、これ全部超リアルな折り紙なんです。でこれも面白いんですが、折り紙だけじゃない、心も折ることができるかもしれないというのが、この超難解折り紙というものがあるんです。さまざま種類がありまして、猫や犬、そしてマンモスなどもあるんですよね。さあ詳しいお話、社員の斉藤さんに伺います。よろしくお願いします。お願いします。まずこの中にはもう本当に何も線も何も書いていないこちらの折り紙ですねが入っていて、これを折ることによって今斉藤さんが持ってくださっているこの立体的な犬ができる、柴犬になるということなんです。そうなんです。足とか尻尾のこの曲がり具合も可愛いじゃないですか。で中には説明書が入っているので、これを見ながら楽しく折ることができるということで、私時間内にどこまで折れるのかちょっと挑戦してみたいと思います。時間内ではいきますね。斉藤さんお願いします。はい。まずこの1のところですとこちらですね。まず半分に、半分に折って。そしてで2とどんどん順番にどういう工程をするのか書いてくれてるんですね。わかりやすくなってるんですね。ちなみにこれ何回くらい折ったら完成となるんでしょうか。154回で完成と。154回。はいあとじゃあ私152回折らなきゃいけない。そうですね。それを全部我々が見ることになるんですリラップしてもいいですか。私も心が折れました。もうちょっと割と早くない折れるの。我こそは手先が器用だという方、ちょっとねまだメンタル鍛えないとですね。ちなみに社員さんだったらテキパキ折れちゃったりするんでしょうか。いや、それがもうかろうじて1人。社員さんの中でも1人しかこれ折り切ることができない。できませんでした。じゃあその方が作ってくださったまさに一体なんですね。ぜひね、我こそはこちら挑戦したいぞという方、強いハートを持って試してみてください。さあこの他にもいろんな商品がずらりと並んでいます。文房具メーカー見本市は明日、明後日の2日間大丸藤井セントラルの7階で開催されています。実際に買うこともできますから、ぜひ皆さんお気に入りの商品を見つけてみてください。でも超難解の折り紙はちょっとやってみたいって方いらっしゃるんじゃないですか。達成感もあるでしょうね。ほっといた方がいいんですか。また被ってる。でも本当にお子さんと一緒に行ってもいいかもしれないですね。大人も同時に帰ることができるような面白いアイテムも勢ぞろいでしたよね。やっぱり文房具って見てるだけでも楽しいですね。ワクワクしました。ありがとうございました。ありがとうございました。